魚座さんの皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっている魚座さんの皆さんに間もなく起きる急展開というテーマでリーディングを行います。今回はこちらのタロットとオラクルを利用してご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深い部分まで深掘りしてまいります。まず現状の魚座さん、そしてこの度のテーマの魚座さんに間もなく起きる急展開、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りでですね、テーマやキーワード、そして直感的に感じる場合はラッキーカラーなどもですね、伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひね、最後まで盛りだくさんとなりますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではスタートします。はい。まずですね、現状から見ていきますので、タロットカード2種類を1枚ずつ引いて同時にね、見ていきます。こちらです。はい、こちらです。じゃあまずこちらから見ていきます。せーの。ペンタクルの3番が出ています。はい。そして、せーの。はい。こちらです。皇帝のカードが出ています。はい。ご自身が、魚座さんってね、すごい努力家だなって思うような方、私結構周りにいるんですけれども、やっぱりね、今、一心にご自身が、やっぱり自分の才能を信じて、努力していたりとか、打ち込んでいることがあるっていうことを伝えてきてますね。で、他人とすごく協調性、魚座さんの特徴もあるとは思うのですけれど、他人とうまくね、協調性を持ってされてるよっていうことも伝えてきてくれていて、チームでね、何か動いてる方もいらっしゃるでしょうし、ご自身の中でこの人信じられるなっていうようなメンター的な方、先生的な方って言ってもいいと思うんですけど、そういう方をご自身の中で見つけられてですね、そういう人とのその何か協調性を持ったやり取りがあったりとか、ご自身の中ですごくね、何か精神的に落ち着いてきてるな、何か努力はしてるんだけれど、疲れて体的にはすごくね、いっぱいいっぱいだなって感じることもある方もいるかもしれないんですけれども、その中でも精神的な部分としてはすごく充実してるな、どちらのカードを見てもね、やっぱり充実しているのかなっていう部分感じますね。で、何か愛を持って、ペンタクルの3番のところからなんですけど、愛を持ってその何かにことに当たってるってことをすごい感じるんですよね。何か本気度であったり、真剣さっていうものであったり、お仕事されてる方なんかはその仕事に対して愛を持って何かやってたりとか、ご自分の中で誠心誠意みたいなお気持ちがすごくここからね、直感的に感じるので、そういう風なお気持ちでやっていることっていうのが今後どんどんと花開いていくっていうことですね。そういうこともすごく感じるのと、やっぱり皇帝のカードも出ているので、そうやってご自身が誠心誠意誠実にされているようなことっていうのが今後ね、花開いていくような部分っていうのが含んでいるメッセージになってますよね。なので今後大きな何か報酬につながるようなことであったり、経済的な豊かさというものにもつながっている部分があるのかなというふうにも思います。で、何より現実世界と精神的な世界とのバランスが今すごくいいよっていうことがやっぱりここの皇帝のカードから感じられます。どうしてもね、精神的ってなると精神的にばかり偏ってしまうと、やっぱり現実的な部分がおろそかになってしまうっていうところもあったりする方もね、あったりすることもあるかもわからないんですけど、この度のこの魚座さんはすごく精神的にもすごく安定していて、ドーンとしているようなことが周りからも感じられるようなね、そういう立ち振る舞いだったりとかで、現実的にもすごくしっかりしていて、人から見ると落ち着いているな、この人すごいな、
努力してるなっていうようなことが周りからの評価としても得られているような状況っていうことを伝えてきてくれているので、お仕事に限らず、学生さん、勉強されている方、あとはお家でね何か活動されている方であったり、お仕事をされてない方であったとしても、何かしらご自身のそういう安定した立ち振る舞いが周りにもこの人といると安心するなとか、この人に頼めば間違いないよっていうような、そういう位置づけに今ご自身がいるのかなと、立ち位置的にはそういう風に見られている部分があるのかなという風に思います。で、しっかり者っていうのがすごい感じるので、お友達とかからこの人にまとめてもらおうよみたいな立場になっている方っていうのが多いのかなっていうことですね。なんかするときはこの人にまとめてもらおうとか、この人がもう連絡役ねっていうような、ご自身がね今お聞きになってくださってる方が連絡役でみんなをまとめているような立場であったりとかで、もうご自身がいないと回らないみたいなね、そういう関係性もあったりするかなっていうふうに思います。で、今ねすごく経済的にも余裕があるっていうのもこちらのカードから感じるので、旅行に行かれたりご自身の趣味をしたりとか、幅広くねご自分の生活を楽しんでいるのかなっていう部分もすごく感じます。で、ここから間もなく起きる急展開、どうなっていくのかを見ていきたいと思います。はい、こちらです。2枚出てきました。はい、じゃあこちらもね一気に見ていきます。こちらです。じゃあこっちから見ていきます。せーの。まず愚者のカードです。そしてカップの3番が出ています。いいことですね。じゃあもう一つ引きます。せーの。おわ、すごい出ました、太陽。間もなく起きる急展開としては、まずご自身が今までの固定観念からもとらわれないような生き方をしていく、すっごい自由だなって感じるような体感、精神的な部分としてはそういう体感が得られるような出来事が起こったりとか、ご自身の中でやっぱり開放的なお気持ち、もういいよね、今までの気持ちに縛られるのもやめたっていうような出来事、何か周りが揉めているような現状があった時に、もう私関わるのやめた的なね、そういうお気持ちがすごく湧き上がるような出来事が起こってきたりする方もいるかなというふうに思います。それでよくねこの皇帝のカードの時にメッセージ直感的に感じたメッセージでお伝えした周りに対して連絡役であったりとか、ご自身がいないと回らないよっていうような関係性の中で、今ね現実立ち振る舞っている部分終わりになるかなっていうようなメッセージお伝えさせていただいたかと思うんですけれども、やっぱりねそういうふうにご自身を頼ってくるような人たちの中でやんや何かそういうふうに争いまではいかなかったとしても、ちょっとした摩擦があったりするようなことも若干間もなく起こってくることあるかもしれないですね。で、そうした時にいつもご自身がいないとちゃんとならないバランスよくならなかったよみたいなところで、もういつもめんどくさいなって思ってた部分、もしかしたら終わりだったかもしれないのですけれど、この度は何かきっかけがあって、もうちょっといいよねっていうような、そういうふうにご自身の中でほっときましょうっていうようなことがちょっと起こりうることもあるかもしれないですね。そうした時にご自身がもうちょっとすごい楽になるっていうか、もうこれでいいんだっていうようなね、いちいち私が入らなかったり僕が入らなかったりとかね、そういう風にしなくっていいんだみたいな風にちょっと肩の荷が下りたりとか、自由になったり、こうしなければいけないというような固定観念がどんどん外れていく、ボーダーフリーじゃないですけど、やっぱりご自身の中でね、もういいんだっていうのはね、すごいほっとするようなことっていうのが起こりうることもあるかもしれないですよね。その中ですごくご自身が解放感が起こってきて、もうほっときましょう、自分の楽しいことに私集中するわ、俺集中するみたいな風にですね、ご自分の楽しいことに対
対してすごくこう気持ちがフォーカスが向いてくるようなことが起こってくる。その中でもしかしたら新しい出会いなんかもあったりする方もね出てくると思うのですけれど、やっぱりねここに出てるこの月満月ですよね。これすごい気になってるんですけど、何か物事が成就、一つ終わりを告げるよっていうことにもつながっていて、もういいやっていうようなその関係性の中で一つ何かが終了して新しいことが始まったりとか、断捨離とかね、断捨離っていうような形で一つ関係性が終わって新たな何かが来たり、嬉しいニュースが舞い込んだりするようなことっていうのが間もなく起きる急展開であるかなっていうふうに思います。でその流れの中でもう完璧にうまくいきます。太陽さんが出ているので、もう計画立てている方はもう完璧にうまくいくようなことっていうのがこれから起こる急展開ですよね。やってくると思います。何かを悟るようなことが起こったりとか、気持ち的な部分では悟り、もういいやっていうようなご自身の中での悟りって、何かをこう気づいてっていうような悟りと、ご自身の気持ちと本当のご自身の気持ちとご自身が周りに合わせている気持ちの中での差を取ってこう自分のね本当の本質と一致して生きていくみたいな部分とのその両方の部分の意味合いがあるんですけれど、今回はやっぱりご自分の本質とご自分のその周りに合わせている、外から見た部分とのその違いを、取っていくっていうことに対してやっぱり急展開で起こってくるのかなっていうふうに思うので、ご自身の本質とすっごく一致していくようなことがピタピタピタっていうふうに起こってくる、そういうことが急展開でやってくるそうです。なので言ってみるとポジティブな成功体験であったりとか、何か達成感、あとはですね、ご自身の中で、世間的なものにとらわれずに、やっぱりご自身を貫くことによって、本当にさらにご自身が楽になったりとか、関係性の中で、もうこんな人と出会いたかったわっていうような関係性であったり、何か今までちょっとやりにくいなっていう人がポンっていなくなったり、間もなく起きる急展開ですから、そういうふうに急にいなくなってしまって、あの人どこ行っちゃったの？なんか最近見ないけど、そうな、やめちゃったのよっていうような形でですね、その人を見なくなったりとか、いろんな意味でですね、パラレルワールドがちょっと変わっていくような展開を迎えることもあったりするかなというふうに思います。で、こういう時っていろいろ急展開にやっぱり起こってきたり、魚座さん本当に何かこう成功体験であったり、新たな出会いですよね。あと嬉しいお知らせ、誰かが結婚するとかね、誰かと誰かがそういうふうにこう仲良くなるとか、いろんな周りがガヤガヤするようなことも若干終わりになったりするかなっていうふうに思うのですけれども、やっぱご自身が一番ね、こう成功体験、もう絶対成功するようなことっていうのが起こりうることを伝えてきているので、アドバイス的な注意する点っていうのが重要になってくるかなと思います。で、そこをね今アドバイスで見るのと、オラクルから、今回のこの度のテーマだとかキーワードの部分も見ていきますね。まずはアドバイス引きます。こちらとはい、アドバイスねどっさりきました。4枚。結構気をつけることとか、ご自身の中でいろんなアドバイス的なことを伝えたいことっていうのがきっとあって、今4枚来たと思うので必要があると思ったので今採用します。そして、テーマも引きます。はい、こちらです。はい、そして、キーワード、こちらですね。はい、まずアドバイスから見ていきます。せーの。はい、ソードの5番、そしてねこれ4枚ちょっと一気に見ますね。せーの。はい、まずソードのナイト、ワンドのクイーン、そして、ソードの4番、そして世界のカードが出ています。こうですね。はい、
はい、これねソードの5番が出てるので、ちょっとこう対人関係が今一番感じるかなっていう部分ですね。対人関係の中でやっぱりコミュニケーションがちょっと必要な部分があるよっていうことを伝えてきてくれていて、お互いにとって満足のいく状況を探してくださいねっていうようなことがやっぱり一番感じてます。で、ご自分だけがね、なんかこう自分の惹かれることに対して選択をするっていうのと、自分だけがっていうのとだとちょっとこう意味合いって変わってきますよね。その小さな違いが大きな違いを生んでいくよっていうことをですね、ここから伝えてきてくれている部分が感じています。で、やっぱりその自分が叶えたいとか自分が本当に望んでいるものの時ほど、どうしてもっていうような気持ち、自分だけがっていうような気持ちでどうしても湧き上がってくるのですけれど、やっぱりそういうお気持ちって、家族関係でもすごく出やすいと思いますし、パートナーとか対人関係、あとは恋人、仕事の部分でも仕事はね、ちょっとご自身の中でできるかなっていう部分もあるかもしれないですけど、そういうふうに対人っていう部分で関わる部分っていうのはどうしても譲れないっていうような気持ちが出てきてしまって、そういう時って人と摩擦が起こりやすくなってしまうんですよね。なのでそういう風にしてしまうと、せっかく今太陽、最終的な自分の中での成功であったり、本当にご自分が心から望んでいるような状況がやってくるよっていうことを遠ざけてしまうような流れっていうのをやってくる。なのでもうちょっとご自分の中で肩の荷を下ろして、どうしてもっていう風に思うお気持ちこそこう手放す。なかなか難しいんですけどね、やっぱりそういう風にどうしてもこうっていう風になって言ってやりたいとかですね、もう言いまかしてやりたいとか、そういう気持ちこそ手放す。で、その手放した後にどう感じてるかなっていうことを自分の本当の気持ちと向き合っていく。そんなことほっといていいわとかですね、どうでもいいとかですね、そういうふうにどうでもいいっていうとまだちょっと感情的には残ってるのかもしれないですけれど、なんとなく自分の中でそこまででもなかったなっていうような気持ちが湧いてきたりとか、意外と自分の中で楽になるようなことってあると思うんですよね。で、そうした時に本当にご自分が望んでいることっていうのが舞い込んできたりするわけなんですけれど、やっぱりね、その舞い込む前に若干のそういうお試し的なことが起こりうるみたいなことをですね、伝えてきてくれているので、そこだけちょっとかなり気をつけた方がいいかなっていう部分としてはありますよね。やっぱりね、ここでソードのナイトも出てるわけなんですけど、このソードのナイト、ワンドのクイーンってありますけど、ご自身の中でやっぱり一つステップアップの段階、やっぱり伝えなきゃいけない時もあるし、伝えないといけないっていうふうに思った時に、じゃあその人に分かりやすく伝えることであったり、思いやりを持って伝えるっていう話し方って何だろうとかっていうところで、もう一つご自身の中でのその何か対人関係のコミュニケーション能力のグレードアップがあったりとか、そういうふうなことを伝えてきてるんですね。なのでご自身がそうやってちょっと伝えなくてはならないなっていうようなことを思いやりを持って伝えられるようなことっていうのがね、これから大切な部分になってきて、そこがご自身の中でのグレードアップ、人間性の中での高みになっていくよっていうようなことを伝えてきてくれていて、それがやっぱりさらなる魅力になっていく。やっぱりね、現実的な部分でのご自身の魅力になってきているよっていうことを伝えてきてるんですね。なので言わなきゃいけないと思った時は、もう感情的になるのではなくって、やっぱり分かりやすく思いやりを持って伝えるっていうことがですね、やっぱここからつながってるのかなと思うんですけど、そういうふうにご自身の魅力になっていく部分としてグレードアップするので、やっぱりね、そこをちょっと意識されるといいかなというふうに思います。はい。で、とにかくね、ソードの4番が出てるので、嬉しいことがある時ってすごい波動が上がるんですね。で、波動が上がるとすごいね、そういう体験されてる方もたくさんいると思うんですけど、心配事がなんだかわからないけど湧いてくるわって方、ちょっと体験ある方いると思うんですね。私もそういう体験何度もあって、やっぱり波動が上がると自分の今まで隠していた不要な気持ちっていうのがわーって湧き上がってくるタイミングってあると思います。なんだかわかんないけど不安だし、このまま進んで大丈夫なのっていうようなね、気持ちであったりとか、先ほどね、揉め事があったりとかっていうのもちょっとお伝えさせていただいたメッセージの中でありましたけれど、もうほっとこうっていう風な気持ちと、ほっといて大丈夫かなっていうのは不安になるような気持ちと、
いろいろなね気持ちがこう交錯してしまう。でご自身が本当にやっていきたいっていうようなね自分のなんかこうそういうお気持ちと、やっぱりねこう今までこうリーダー的な魚座さんってねすごい人をまとめたりコミュニケーション能力高い方多いかなっていうふうに思うんですけど、そういうふうにやっぱりこう今までやってきたことに対して大丈夫っていうようなねそういうお気持ちがちょっと湧いてきてしまったりすることも若干あるかもしれないです。でもこのタイミングはほっといてくださいねっていう風に、ほっといた方がいいっていうようなことをはっきり伝えてきてくれてるのがこのワールド、世界のカードで、ご自身がもう本当に惹かれることをすることによって完全なる調和ですよっていうことをですね、今本当にそういう風に簡潔に伝えてきてくれてるんです。なので心配ご無用です、大丈夫ですから、ほっといても勝手に良くなりますし勝手にまとまりますみたいな風にもうはっきり伝えて、もう端的に伝えてきてくれているので、もし心配するようなお気持ちが出てしまっても心配ご無用なんだっていうことをですね自分に言い聞かせると、やっぱりそこから抜け出ることができて、ご自身がああよかった、ああ本当に幸せっていうふうに思うような現実を迎えることがご自身の周りにとっても調和であったり愛であるんだよっていうことをですね伝えてきてくれてます。まずは自分が本当に幸せになること、自分が本当に求めている本質の部分から求めているものの幸せ、本当のエセ調和とかエセの幸せじゃないですよ、本当の自分が求めている幸せに対してコミットしていくっていうことをね、本当に一心にエネルギーを注いでいただけると、心配ご無用だったんだ、本当だっていうような現実をこう見ていくようなことにつながっていくっていうことを伝えてきてくれてます。ぜひご参考にしてください。さてこのね成功、ご自分の中でいろんなお気持ちの中での解放が起こって、いろいろな出会いであったり、もう絶対的な成功が待っている部分っていうのが急展開で起こってくるわけなんですけど、この度のこのテーマってじゃあ何なんだろうっていう部分を見ていきたいと思います。せーの、はい、素晴らしいですね。なんかもう完結って感じですよね。恋人出ました。はい、恋人のカードです。そして、キーワード見ていきます。せーの、はい、カムトゥギャザー、一緒に行きましょうっていうことですよね。ほんとなんか幸せ絶頂期みたいな感じですけど、はい、ご自身の一番の本当に祝福、ご自身の中でのこうハイヤーセルフであったり、守護天使であったり、いろんなね意味合い感じますけれど、目に見えない部分での意味合いも感じますが、ご自身の中での人生の祝福って何だろうっていうふうに思った時に、やっぱりこう心からご自身が本当に本質とつながって心からの選択をする、本当にその自分の選択って自分が本当に思ってたことなんだろうかっていうような選択をしたくって、今回のこれがテーマになっている。なのでご自身の心からの選択をしていくっていうことが今間もなく起きる急展開のテーマになっているっていうことを伝えてきてくれてます。なので、そうやって心からの自分の選択をすることによって、それがご自分のいろんな意味での回復につながっていくっていう部分ですね。本当はこうしたかったっていうようなことっていろいろあると思うんですよ。でも今まで周りに紛れてしまってとか、周りに流されてしまってとかですね、そういうふうにちょっとずれてしまってとか、いろんな意味合いがあったとは思うのですけれど、なかなかご自分の本当の気持ちとつながってその通りに行動するって難しいこともあったりしますよね。それはそういう現実的な社会にいるとね、どうしてもそういう風になってしまうっていうこともあったりするのですけれども、今回はご自身の中でそういうこと、本当に心から望んでいることっていうことがしたくって、その本当にご自身がしたいと思っている現実を選択することによって、ゴロッと本当に付き合っていく関係性の人間関係が変わったりとか、ご自身が本当に幸せ、こういうことを目指してたんだっていうような出会いが間もなく起こってくるっていうことですね。それはやっぱりご自身が心から選択していくことが重要になってくるのかなっていう風な部分もですね含んでいます。はい、でcome togetherっていう風にありますけど、私ねこの世界のカードとすごく関わっている部分っていうのを感じていて、やっぱりねこれでいいのかなっていう風なお気持ちじゃなくって、これでいいんだっ
っていうふうにご自分の中での本当に惹かれること、それは執着的に絶対にこうしなくちゃならないっていうようなお気持ちではなくって、これでいいんだっていうような何かこう広がるような開放感のお気持ちっていうのを持つことによって、結果的にはこう一緒に上がっていく、波動が上がっていくっていう部分であったりとか、結果的には調和につながっている部分があって、みんな一緒なんだ、みんな本当に大丈夫なんだ、自分だけがなんていうふうに思わなくってよくって、自分が心から惹かれることをすることによって、それがみんなにとっても調和なんだっていう風な意味合いにとってます。なのでここの絵の人たち全員バラバラなんですよね。全員違うことしてるように見えるんですよね、今私の中では。で、本当に同じ場所に立っているのかさえもわからない、同じ次元っていう風に言ったらいいのか、そういう風になんかこうみんなバラバラなことをしてるんだけど、でも結果的には調和なんだよね。誰も摩擦は起きてないし、誰も喧嘩をしてないし、じゃあどうしてってなった時に、自分が心からしたいと思っていることをその瞬間にやってるからなんだよねっていうのが本当の意味での調和なんだっていうことをですね、今このタイミングでできるっていうのは、魚座さんもう最高ですよね。すごいです。で、その本当の意味での調和っていうのを今ご自身の中でキーワードとしてね、好きなことやっていいんだよ、別に合わせなくていいのっていうところをご自身がやりたいのかな、それがキーワードになっているのかなと思います。で、相手にとって好きなことやってる時に周り気になっちゃう時ってあるじゃないですか。気にしないでくださいね。で、絶対にそうやって自分が好きなことをやるってなったら、もう好きなことをとことん集中する。そうした時に勝手に周りも、結果的には周りも自分が好きなことしかやってません。で、やってないからそれでいいんです。それが逆に言うと調和だっていうことに対して、やっぱりご自身の中でそういうことをやっていきたい。これから風の時代ですからね、自由になってもっと自分が軽くなった時に、いろんな意味合いの中でパラレルワールドどんどん変わっていくんだっていうね、楽しみを含んでいる部分あると思います。で、ラッキーカラー、すごい気になってるのでラッキーカラーもお伝えさせていただきますけど、やっぱり中和する色、黄色ですよね。なんかこう落ち着く色であったりとか、もう本当に派手でもないし、暗くもないしみたいな、その黄色、ちょっとクリーム色っぽい色なのかな、そういう中和色みたいな色がご自身の中でのラッキーカラーになっているようです。で、いろんな意味合いでね、ご自身がさらに自由にステップアップする時代、間もなく起きる急展開としてはやってくる部分あると思いますので、ぜひ今回のね、こういったこといろんなね、今アドバイスありましたけれども、惹かれる部分をぜひご参考にピックアップしていただいてね、どんどんとこう楽しんでいただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。魚座さんのリーディングは以上になりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけると嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。全部拝見させていただいております。ぜひ書いていただけると大変嬉しく思います。それでは、ただでさえ本当にもう大成功間違いなしですよ。魚座さん、こちらのタロットオラクルカードリーディングによって最善最高の日々となっていただきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。